はようございます。くるみです。今回はパドブレのやり方について解説をしていきます。それではスタート。パドブレと一言に言ってもたくさんの種類があるんですけれども、今回の動画では2種類に絞って解説をしていきます。早速ですが、パドブレには移動するという意味があります。様々なパとパの間やつなぎとして使われることが非常に多いです。そのため足の動かし方にいろんなバリエーションがあって、動きそのものはシンプルなのに混乱しやすいというステップになっています。今回この動画ではクドゥピエを使用した2種類のパドブレを解説していきます。足を入れ替えないで行うバージョンと足を入れ替えて行うバージョンになります。このパドブレは2023年6月のオンラインレッスン基礎クラスグレード5のレッスンテーマになっています。レッスンを受講される方はぜひこの動画も使って理解をしっかり深めていきましょう。ではここからパドブレについて見ていくんですけれども、いつもの私のレッスンのように何度か繰り返しながら覚えていくスタイルになります。ぜひ動画と一緒に練習してみてください。それではやっていきましょう。まず最初に足を入れ替えないパドブレについて見ていきましょう。今回はクドゥピエを使った足を入れ替えないパドブレでやってみます。ではやり方について見ていきましょう。まず最初はフォンジュを行います。後ろの足をまずクドゥピエ後ろのフォンジュに持ってきます。この後ろのフォンジュの時は後ろのクドゥピエでかかとは軸足、つま先は軸足につかないように気をつけてください。ではもう一度やってみます。フォンジュ戻る。もう一回確認しましょう。つま先が軸足についてないかよく確認してください。ではフォンジュの次はフォンジュから軸足の方に集めてきて5番のルルベに立っていきます。ここからこうですね。このフォンジュから立つ時に両方の膝を一緒に全て伸ばしきります。5番にする時は縦に細長くなるようなイメージでやってみてください。これがこういう風にガバッとした感じじゃなくて、縦に向かって細くなるようなイメージでやってみます。また速度の速いパドブレだったりとか、大きく移動するようなパドブレになると厳密にしっかりと5番のポジションのルルベには入らない場合もあります。ただ今回のレッスンではゆっくりと丁寧なパドブレの基礎を学ぶというところですので、しっかりと5番に集めてくることを意識してやってみてください。ではもう一度やってみましょう。後ろの足のフォンジュから5番に集めます。もう一度いきましょう。フォンジュから5番に集めます。この時5番に集めてくるためにはこのフォンジュの下ろす位置が大事です。このあたりレッスンでしっかりと確認をしていきましょう。ヒントを言っておくと、このフォンジュはこのまま真下に下ろすとここ隙間がわがわになってしまうので、クロスをイメージして下ろすことがとっても大事です。5番のルルベに立った後はこの前の足の方向に向かってこの足を出して2番のポジションになっていきます。先ほども言った通りパドブレには移動するという意味があります。例えば前の足のフォンジュを使ってこっち側に移動するということもできるし、今やってるみたいに後ろ足から逆の方向に進んでいくということもできます。ただ何度も言っている通りパドブレには移動するという意味があるので、ここから戻るということは基本的にはありません。いつも移動していくっていうことを覚えておくと、どっちに進めばいいのかわからなくなっちゃった時の助けになると思います。移動することが必要なので基本的には戻ってくるっていうことはありません。
とは言ってもパドブレには本当にバリエーションがあって、いろんなところでいろんな足の踏み替えとかにも使われるので、ちょこっとねこう戻るみたいな風に踏む場合ももちろんあるはあるんですけれども、基本的に基礎クラス初級クラスぐらいでやるようなパドブレっていうのは移動するっていう風に覚えておくと大丈夫です。はい、ちょっと話が長くなってしまいましたが、巻き戻してやっていきましょう。ここから本10 5番に集めて、そこから2番に移動します。もう一回やってみましょう。後ろのフォンジュからルールで2番に移動です。この時にここからこの出す前の足、しっかりとつま先を伸ばせるぐらいの余裕があるといいですね。もちろんこれも速いステップになると伸ばす暇がなくドゥミポワントの形のまま移動しているような場合もあります。とかクルピエを使って移動するような場合もあるので、本当にこれも様々バリエーションがあるんですけれども、今回練習していくベーシックなパドブレとしては、ここから前の足つま先を伸ばして2番になるっていうことを意識してみてください。そしてポイントがもう一つ、幅はだいたい肩幅ぐらいをイメージして動かしてみてください。これもしつこいんですけれども、パドブレいろんなシチュエーションで使っていくので、大きくステップを踏んでというふうに先生から言われることもあります。そういった場合は肩幅以上に大きく足を踏み込んでいくっていうこともあるんですけれども、基本的にはこうちょこちょこっと小さくやるみたいなパターンが非常に多いです。アレグロの中で踏んだりする時とか、ピルエットの前に踏んだりするようなパドブレっていうのは基本的には肩幅ぐらいでやっておくとちょうどいいと思います。では最後にもう一回確認しましょう。5番に刺して2番つま先伸ばして肩幅です。はい、ではこの先に進みます。本樹から5番に集めて2番になったら進行方向に向かって後から来ている足を閉じてきます。今やっているのは足を入れ替えないパドブレなので、前足はずっと同じままになっています。もう一回見てみましょう。後ろの足フォン10、後ろに刺して前足が横に出て後ろ足が後ろに戻っていきます。そしてポイントなのが、先ほども言ったパドブレは移動するという意味があって、進行方向に進み続けるというところです。ここからこうなってこうやって戻ってきてしまうと移動していないということになっちゃいますので、パドブレは移動するっていうふうに覚えておいてください。またこの最後、今両足で5番のプリエに降りてきてますが、片足のフォンジュに降りてくるといったようなパターンもあります。続けてパドブレを踏んでいくような時っていうのは、基本的にはこういうふうに片足で降りてきて次に踏み込んでいくっていうことが多いです。ただ1回ずつやる時っていうのは、こうやって5番に降りてくるっていうところでまず練習を始めるといいです。ではもう一度ゆっくり最初から見てみましょう。後ろ足のフォンジュ集めて2番、この足5番に戻ります。もう一度ゆっくり言ってみましょう。フォンジュ、刺す、開く、閉じる。ではちょこっとスピードアップします。フォンジュ、パドブレ。もう一回やってみましょう。フォンジュ、パドブレ。はい、では今度は足を入れ替えるパドブレを見ていきましょう。足を入れ替えるパドブレというのは、移動した先で前だった足が後ろに行って違う足が前に出てくるという意味です。例えば右足前から始めた場合は、ついた先では左足が前になるというのがこの足を入れ替えるパドブレになります。
基本的にはパドブレって言われると、こういうふうに足を踏み替えて入れ替えていくっていうパターンが非常に多いです。ではやり方を見ていきましょう。先ほどの足を入れ替えないパドブレと同じスタートをしていきます。後ろのフォンジュ、そこから5番に集めていきましょう。もう一度いきます。後ろ足のフォンジュから足を集める。次は先ほどやったつま先を伸ばして肩幅程度に足を開きます。ここから次がポイントです。さっきは前足ずっと同じだったので、同じ足が前になるように降りてきたんですけれども、今度は後から来る足が前に降りてきてください。もう一度やってみましょう。後ろのフォンジュから刺して進んで、2番目の足が前に降りてきます。ではラストもう一回確認していきます。フォンジュ、刺す、進む、2個目の足が前に降りてきてください。やってみましょう。フォンジュ、パドブレ。もう一度いきます。フォンジュ、パドブレ。では少し早くしてみましょう。フォンジュ、パドブレ。もう一度いきます。フォンジュ、パドブレ。では注意ポイントについて見ていきましょう。1つ目、クドゥピエです。後ろのクドゥピエで軸足に絡まるような鎌足にならないように注意してください。またクロスしすぎたりクロスしなさすぎたりすることもないように気をつけましょう。2つ目、両足の膝はしっかりと伸ばしていきましょう。ルルベになった時は両足の膝をしっかりと伸ばしきる意識を持ってください。膝が曲がったままガバガバ歩くような形にならないように気をつけていきましょう。3つ目、最後は5番にしっかりと閉じていきましょう。今後様々なやり方に対応していくためにも、一番最初練習するときはポジションをしっかりと意識するっていうことがとっても大切です。特に降りてきた時に後ろの足、まっすぐ足になりやすいので、後ろの足をしっかりとターンアウトして入れ込んでくるような意識を持つようにしてください。4つ目、上半身が前後にフラフラしないように気をつけていきます。特にパドブレは移動するパですので、移動が入ると上半身がブレやすくなってしまうと思います。ただ体は積み木と同じで、一箇所がブレてしまうと全体がグラグラしてしまうので、上半身がグラグラしてしまうと思った場所に進むことができない一つの原因になります。パドブレ、足を動かしている時も上半身が前後にブレないように、骨盤の上に肩甲骨が乗っているようなイメージでしっかりと自分の上半身も骨盤と一緒に運んであげてください。5つ目、足の入れ替えに注意しましょう。今日一番最初に見たのが足を入れ替えないパターンのパドブレでした。2つ目が足の前後が入れ替わるパドブレでした。先生がアンシェヌマンを説明している時に足がどう入れ替わっているか注目して覚えるようにしてみてください。6つ目、折り方丁寧に降りていきましょう。私のクラスでよく言っていることですが、最後の最後の最後の瞬間まで自分を丁寧に床に下ろしていくようなイメージを忘れないようにしてください。足の動きにとらわれすぎてバタバタバタドタンっていう風に床に降りてこないように注意しましょう。では最後に、足がよくわからなくなるとか、なんかリズムがうまくつかめなくなるっていう方向けの簡単な椅子に座って行う頭のエクササイズをご紹介します。ではこのリボンが巻いてある方の手が左手です。巻いてない方の手が右手になります。最初右足前、右手が前、左手が後ろの状態からいきましょう。こんな風に重ねて使っていきます。
フォンジュ、パ、ド、ブレ。今度左手が前になりました。フォンジュ、パ、ド、右手が前。フォンジュ、置いて、右手が移動を、左手が前。フォンジュ、置いて、左手が移動を、右手が前。フォンジュ、パ、ド、ブレ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 。さあ、だんだん慣れてきましたか？後ろに置いて、横、次前に出して、フォンジュ、パ、ド、ブレ。フォンジュ、パ、ド、ブレ。フォンジュ。はい。では、つなげてやってみましょう。今、パ、ド、ブレ、フォンジュだったんですけど、パ、ド、ブレでフォンジュに踏んでいきます。これがつなげて行う時のリズム感なので、チャレンジしてみてください。では、右手が前から始めましょう。いきます。フォンジュ、パ、ド、ブレ。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 はい、人間は日常生活で手の方がよくいろんな細かい作業を意識して行っているので、手で前後関係を覚えてから立ち上がって足に置き換えていくと覚えやすいと思います。いつも足がこんがらがっちゃうっていう方はぜひこの手のエクササイズで手で前後関係を覚えてからそれと一緒に足を動かすようなつもりでやってみてください。はい、というわけでここまでパドブレについて見てきました。パドブレは本当にいろんな場面でよく出会う便利なつなぎのパです。何度も繰り返して行うことで足の運び方だったりリズムが体に馴染んでくるので、ぜひないがしろにせずに丁寧に繰り返してやってみてください。バレエの美しさというのはこの細かいところにあります。せっかく大きなパがどんなに綺麗でもつなぎがあんまり綺麗じゃないともったいないです。この小さな移動のつなぎのパだからこそ丁寧にやってできるようになるっていうところが美しく踊るために必要なことだと私は思っています。2023年の6月のレッスンで一緒に細かいところを見直していきましょう。6月は毎週月曜日インスタライブレッスンがあります。そこでもこのパドブレについて細かく見ていくので、お時間がある方はぜひ一緒に練習していきましょう。今日の動画はこれで終わりになります。このチャンネルでは大人バレエの基礎というのをテーマにたくさんの動画を投稿しています。興味がある方はぜひチャンネル登録をしていただき、一緒に引き続き頑張っていきましょう。今日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。